我は最果ての魔王、ディープブリザードである。今回は非常に要望の多かった綺麗な髪の毛の描き方の講座を行おうと思っておるのであるぞ。綺麗な髪の毛を描くと大雑把に言われてもどうやったらよいのかがわからない。自分なりにやってみたけれども綺麗に描けなかったというポンポコリンが非常に多かったため、今回はその点についてなぜ綺麗に描けないのか、そしてどうやれば綺麗に描くことができるのか、どうすれば綺麗に描くことができるのかを重点的に講座で行っていこうと思うので、髪の毛を描くということに苦手意識のあるポンポコリンはぜひ見てほしいのであるぞ。では今回はこのモデルを使って髪型の綺麗な描き方について解説をしていこうと思うのであるぞ。このモデルはわかりやすく髪の毛が生えていない丸坊主的なデザインにしておる。基本的な髪の描き方、髪の生え方などに関しては以前別の講座で動画を出しているので、そちらをチェックしてほしいのであるぞ。そしてこれがその講座を踏まえた上で描いたという例にする髪型である。前髪や横髪、後ろ髪などしっかりと描けているが、どこか古臭さやシャープさに欠けた絵になっているのがわかるであろうか。これは意図的にそう描いているのだが、その原因というのは主に2つある。むしろその2つをクリアするだけで髪の描き方というのが劇的におしゃれになるというのを今回は覚えてほしいのであるぞ。そのおしゃれになっていない原因の一つは髪の分け目の描き方である。前髪を見てほしいのであるが、こんな感じで全て同じ感覚、同じリズムで描かれているというのがわかるであろうか。もちろん多少なりの違いはあるかもしれないが、全体を見たときに同じ髪の分け目が連続して続いているだけになってしまい、リアルさに欠ける髪の毛の描き方になってしまい、古臭さや洗練されていないように見えてしまい、垢抜けない髪型になっている。横髪や後ろ髪も同じように皆同じリズムで描かれてしまっている。これがまずは一つ目の問題点である。二つ目は髪の毛の裏表をかけていないである。どういうことかというと、髪の毛というのは皆はイメージするとしたら一本の糸のような線がつながって髪の毛になっていると思う者もいるかもしれないが、この考え方はリアルではあるけれども実際はそうではなく、髪の毛というのはこういうペラペラの短冊状のものが幾層にも重なってついているという考え方が合っているのである。なので当然こういう短冊を描くということは、短冊がねじれたりすることでその短冊の裏側が見えてくる。これが髪の裏側ということになる。この絵では髪の毛を短冊状として意識して描いておらず、ただただ平面の髪の毛として描いてしまっているため、髪の毛に立体感が現れなくなってしまった。故に髪の表裏というのがどこが表でどこが裏なのかというのを意識しないまま描いてしまっているため、立体感や髪の流れ、サラサラ感が表現されず垢抜けない絵になってしまった。まずはこの基本的な髪型をどうやったら先ほど言った2つの点を踏まえた上でおしゃれになるのかというのを見せていこうと思うのであるぞ。では先ほどの髪型をベースにしながらおしゃれに見える髪の毛の描き方を実践していこうと思うのであるぞ。失敗例として挙げた髪型をガイドにしながら、前髪はこの髪の分け目が単調なのが古臭さや垢抜けなさになっていると解説をした。なのでこのリズムを狂わせるようにすればよいと考えればよいのである。こんな感じで髪の切れ込みの位置やこの分け目のリズムをランダムに切り替えてみよう。先ほどまでは1対1の感じになっていたところを7対3とか6対4、8対2のようにリズムを変えて前髪を描いてみよう。これだけで一気に自然な髪の毛の流れに見えるようになったのが分かったであろうか。この切れ込みの位置を変えるだけでも自然な髪の表現に見えるのが分かるであろうか。髪の毛というのはやはり細かく動いたり、ほんの少しのことで均等な流れというのは途切れてしまう。逆に言うと、その均等な流れをしてしまうと自然な髪の毛に見えなくなってしまっていたのが先ほどの状態だったというわけなのである。なので同じように反対側のこちらの前髪もこんな感じで整えると、これだけで一気に自然な前髪になった。同じように横髪の部分、こことここの部分も描いていこう。
では次に後ろ髪を描いていきたいが、先ほど髪の毛というのは短冊状になっていて裏表があるという話をしたのを覚えているであろうか。後ろ髪というのはこう流れていると仮定すると、ここまでは短冊がこう表向きに流れるのだが、ここからはこの短冊がひっくり返ってこんな感じで短冊が裏側に来るのである。こういうふうに髪の毛の束が表側に来るタイミング、裏側に来るタイミングっていうのを観察して、それを適切に表現するとより自然でリアルな髪型に見えるのであるぞ。これで綺麗な髪の流れの完成である。一気に垢抜けてすっきりとした印象になったのが分かったであろうか。では次により自然な髪の毛の流れや綺麗な髪の毛の流れの表現をする方法をお教えしようと思うのであるぞ。では綺麗な髪の流れ方の描き方を解説していこうと思うのである。よくこう髪の毛の流れを描くってなって、こういう風に線を入れれば髪の毛のサラサラ感が出るだろうみたいな感じで描くものがおるが、なんというか先ほどまでのおしゃれな感じが一気にもっさりというかちょっと汚らしい感じにすら見えてしまう表現になってしまっている。なのでこういう髪の毛の毛先の流れをきれいに描けないと悩んでおるものは多いのではないだろうか。髪の毛の流れを描く際には2つこれも気をつけておかなければいけないことがある。まずはきちんと頭皮の流れに沿った描き方ができているかどうか。頭から顔、そして首、肩周りに髪の毛が流れているということを意識してかけているかどうか。髪の毛の性質などによってこのあたりの髪の流れ方も変わってくるというのは、以前出した髪の毛の動画の方で髪型の成り立ちや髪の毛の性質について詳しく語っておるので、そちらを見ていただければと思うのであるが、簡単に言うとこの髪の毛をちゃんと頭の形や首、肩の流れに合わせて沿って描くことが大事ということである。今我がこの描いている状態というのは全て輪郭線なのであるな。輪郭線っていうのはこう顔の輪郭だけでなく、髪の毛が、ここで髪の毛のパーツが終わってるよっていう仕切り線、区切り線を描くっていうのを我は輪郭線と呼んでおる。なので現状はほぼ輪郭線もしくは髪のこの裏表のゾーンを描いていたに過ぎないわけである。なので髪の毛の流れを描くときは太い線ではなく細い線で描くと良いであろう。でもどこにこの線を描けばいいのかというので悩んでいたり、どのぐらいの量を書き込むと良いのかということでも悩んでおるポンポコリンは多いであろう。実際ここまで来ると正解というものはないが、今回は我なりのやり方という形で解説をしていこうと思うのである。それは髪の束の表部分は少なめに、髪の束の裏側は髪の流れの線を多めに描くと綺麗な髪の毛に見えるのであるぞ。実際にどういうことなのかを解説していこう。先ほど髪の毛は束があり裏表があるという話をしたのは覚えているであろうか。髪の裏表というのを青色の部分で示すとこのようになる。青色の部分には線は多めに描き、髪が表側、色が塗られていない部分はあまり髪の流れの線を描かない。このルールを守るだけで一気に髪の毛のリアリティや奥行きが出せるようになるのである。では実際にこれを意識した上で毛の流れを描いていこう。前髪の部分、この毛先の分かれ目に続くように描くと綺麗な髪の毛の流れに見せることができるのであるぞ。この線を描き足すときは髪の流れが不明瞭な場所を綺麗に見せるときに髪の流れを描く程度で良いと思うのである。なのでこの髪の流れに綺麗に沿って、でこれも一定のこういうリズムにならないように適度にバランスを乱しながら描くと綺麗な髪の毛に見えるのであるぞ。またもっとより自然な髪の毛の流れを描いてみたいなというものは、この流れだけではなく少しちょっと流れをずらして描いてみるというのをやってみると、より自然な描き方もできるのであるぞ。こんな風に髪の束というのはみんな一定の方向に流れるのではなく、多少ずれた方向だったり、髪の層というのは何層にも重なっているので、特に風に吹かれやすい表に見えている髪というのはずれやすく、こんな風に多少髪の流れからずれて流れができる。こうすることでより自然な髪型に見せることもできるので、1箇所2箇所など入れてみるとおしゃれに見えると思う。
どこの箇所でも同じようにやってしまうと、癖っ気の強い髪型であったり、髪をあまり綺麗に整えていないという印象にも見えかねないので、入れる場所を気をつけながら適度に入れてみると良いであろう。横髪の部分もこの縦の横髪が綺麗に流れているのが見えるように、髪の毛の流れを軽く追加した。では次は裏側の部分を描いていこう。裏側の部分はしっかりと多めに描くことで、全体的に線の量が多くなり、髪の毛の影のようなものを疑似的に演出することができるようになる。なのでしっかりと裏側だったり奥行きのある感じを演出することができるので、我は髪のこの裏側というのはかなり意識的に描き込むようにしておる。ただ、ここも均一に描くのではなく、ランダム性やばらけた感じを出すと良いであろう。こんな感じであるな。線の色をちょっと黒にしてみよう。すると、このような感じになる。一気に髪の毛の表側と裏側の髪の流れがしっかりと区別できたのが分かったであろうか。今回は分かりやすくしっかりめに描いているが、このあたりを自分で調整しながら自分の画風、作風に合った描き方を模索してみるのが良いであろう。最後に、様々な髪型の場合の髪の毛の流れの描き方を解説しようと思うのであるぞ。このようなウェービーヘア、髪の毛が縮れてうねっている髪の毛を描く場合、裏表の表現というのが大事になってくる。まずは毛先の流れをきれいに描くというのが大事になってくる。この毛先の向きをいろんな方向に散らしてあげることで自然なウェービーヘアに見せることができるのであるぞ。髪の毛が表から裏に切り替わるところは線は多めに描く。そしてこの辺はもうすでに表側になるのであまり髪の毛は描き込まない。そしてまたこの裏側のゾーンに入ったら束の線を多めに描く。これを意識するとウェービーヘアの細かな髪の束感を表現することができるのであるぞ。ぴっちりと揃えたストレートヘアの場合、髪の切り口のラインをきれいに揃えることで、いわゆるパッツンヘアとしての表現をすることができる。しかし、細かいところで髪の毛の毛先の丸みや、この切り込みの位置をずらしてあげることで、自然な髪型に見せることができるのである。このように、均一に揃えた髪型というのは、不自然な髪型に見えやすくなってしまう。そういう時には、先ほど教えた髪の分け目の描き方と髪の流れを意識することで自然かつリアリティのある髪型に見せることができるのであるぞ。そしてこのように髪の毛を結んでいる髪型を描く場合、髪の毛が結び目の方に引っ張られているという表現をこの頭のラインに沿いながら描くと良いであろう。またここをギュッと縛り付けているのであれば、この毛束のラインを多めに描くとバレリーナの髪型のようなきっちりと髪の毛を結んでいるという印象に見せることができる。逆にふんわりと結んでいるのなら、この髪の毛の流れにこうやって丸みを出しながら線を描いてあげると柔らかく結んでいる印象に見せることができるのであるぞ。なので髪型を結んでいると言っても、どのような結び方なのか、どういう髪型になっているのかということを線一つで表現することができると覚えておくと良いであろう。というわけでいかがだったかの？髪の毛の描き方もある程度ルール化してしまい、それに沿って描けば綺麗な髪の毛を描くということがさほど難しいものではないというのが分かったであろうか。もちろんルールにだけ乗っ取れば良いというわけではなく、そこからどうすれば自分の理想に近い髪の描き方になるのかということも考えながら実践してみると良いであろう。今回の講座を見て分からなかったことや、こういう風なことはできないのかなどがあれば、ぜひ動画のコメントでいただけると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。